メンヘラは今ポジティブなものに様変わりし、メンヘラを売りに商売する人たちまで。まずは私たちヤンドルです。当然メンバーの条件は心が病んでいることだそうです。一応この闇属性とかが個人個人にあったりして、例えばどうなんですか？私は孤独です。孤独、臆病です。臆病、絶望です。絶望、怒りです。怒りです。そんな彼女たちのホームページにはこんな注意書きが。闇期に入ると誰かがライブイベントを休む可能性がございます。全員揃うと思わないでいてください。この日もじゃあもう一人いるんですけど、はい、ちょっとその方は今日はちょっと病んでこれない心が病んでしまって。なるほど。今日のライブはでその方は病んで来れなくなった。欠席されますね。私たちでいう闇休みってやつがあるんですけど、それですね。病んでいるということが売りのアイドル。そう、メンヘラは今やセールスポイントになっているんです。さらにファッションの分野にもメンヘラは進出。 YouTube でメイク動画を公開しているこちらの女性、彼女がしているのはメンヘラメイク。ポイントは喜怒哀楽の激しいメンヘラ女子の特徴である泣き晴らしたような目元。これが女の子の間で闇かわいいと大人気。実際そのメンヘラっていうのは何を指してどう変わってきたのかっていうのをちょっと整理したものがこちらにありますのでご覧ください。まずメンヘラというのは匿名掲示板2チャンネルから生まれた言葉で、メンタルヘルスが語源です。メンタルヘルス、直訳すると心の健康ですけれども、ここに何とかする人 ER がつけられてメンヘラ、メンヘル、メンヘラっていうように変わってメンヘラというふうに呼ばれるようになったと。で、心の病気を抱える人たちを表した言葉として2000年代初頭に誕生し、2010年以降ネットを中心に使われ始めたと言われています。で、その後この当時のメンヘラに対する書き込みなどを見てみますと、メンヘラは完全放置でおけ、メンヘラには気をつけろなどがあります。ちょっとネガティブな言葉だったんですね。で、その後転機となるのがスタジオにお越しの江崎ビスコさんが描いたメンヘラちゃんと言われるキャラクターが漫画化されて、闇かわいいと女子中高生を中心に人気が出たのが2014年。この頃からネガティブな意味だけではなく、カルチャーとしてメンヘラという言葉が使われるようになったんですね。だからこういうメンヘラちゃんだって先ほど VTR で出てたアイドル、そのエンターテインメントとしてそのエッセンスを引用するは私非常にね、いいなと思うんですね。上手だなと。でそれに乗っかってくる子たちっていうのは、自分がそのメンヘラかどうかどういうふうに認識してるのかなということなんですけど、続きがあるんですか？そうですね、VTR にあったように今の話につながってくるんですが、まさにゲームやファッション、そしてビジネスとしてセールスポイント、個性にもなってきているという状況。ちなみにですが、そのメンヘラって本当に心の病気、精神疾患などではないかという疑問に関してなんですけれども、港メンタルクリニックの高橋理恵子院長に聞いたところ、そのメンヘラの定義ですけれども、そもそも医学的な用語ではなく、医学的な定義は存在しないということで、ただメンヘラという人の中には本当にその精神的な疾患を抱えているという方もいる可能性があるので、ちゃんと心当たりのある方は受診した方がいいと。なるほどね。もうビスコさんにもかやさんもね、こんないろいろ根掘り葉掘り問い詰められると思ってなかったと思うんですけど、もう私は古いおじさんなので、なんでしょうかね、本当に深刻な闇を持っている人がいるとして、でその人がメンヘラっていうものに該当するとしても、多分その人はメンヘラだと思ってないと思うんですよ。でそれをポジティブにと言えばいいのかもしれないですけど、一種のブームとして捉えてる場合、それはなんかそこに乗っかってる人たちって私全然なんか魅力を感じなくって、一種のファッションとして
乗っかってる人たちっていうような印象でしかないんですけど、そういう解釈でいいんでしょうかね。私自身もそれは深川さんと同じ意見で、え自分がメンヘラではないのにそれを偽ってその他者の息を引こうとしている人はあんまりいいような印象を受けないし、そういう流れは作ってほしくはないかなとは思いますね。ちゃんとそのメンヘラっていう言葉がブームとしてその世間に広がってはいるけど、その言葉の意味はちゃんと理解しておいてほしいなと私は思います。でね、かやさんこの後伺いたいんですけど、で自分の尺度で決められるじゃないですか。病んでるとか病んでないとか、で辞任ですよね。で意地悪な見方をすると、病んでるから今行きたくない、アイドルの売り方は別としてね、病んでるを言い訳にしやすいじゃないですか。で熱でしんどい、学校行けない、会社行けないっていうのもやっぱ個人差あるわけで、そのメンヘラっていうのをすごくジョーカーのように使いやすくしてるのかなとも思うんですね。そういう風潮もあるかなと思うんですね。個人的には自分でメンヘラですって売り出したわけではなくて、初めは悪口のような感じでインターネットなどで誹謗中傷の文脈でメンヘラだろうとか、勝手に病名をつけられたりですね、医師でもないのにこう言われるっていうことがなんか悪口だったので、自分としてはもう侮蔑の言葉でしかなかったんですよ。でなんでそんなに、もちろん精神疾患を抱えていたり接触障害とかいろいろ患ったりはしてきたんですけれども、それを他人に定義されるのはすごく嫌だったんですよ。なので、ファッションとしてのメンヘラっていうのはポジティブとは自分も思わないですね。ただもともと個性ってそんなにポジティブでもネガティブでもなくて、ただその人の中にそのままあるものなので、メンヘラがポジティブになってきたのかどうかもそもそも疑わしいと思うんですよ。どちらかというとフラットになっただけというか、悪くもなく良くもないただの性格の一つというか、パーソナリティの一つみたいな感じってことですか。だからポジティブになった、ごめんなさい、企画そのものが若干なんていうんですかね、ポジティブになったのを自分はそうだとは思わないです。私もそんなポジティブにはなってないと思います。なるほどね。ただの個性の一つだと思います。深川さんがおっしゃったナルシスティックっていうところにちょっと近い文脈で言うと、ナルシスティックかどうかっていうよりは自意識過剰であるということの一つにはあると思います。僕はもう自意識過剰は研究の第一人者だと思ってるんでもうだから僕はなんでこんなに寂しいんだ苦しいんだっていう自意識に集中していくのって社会生活は逆に送りにくくなるんだけれども、中にそこになんか一つのナルシズムととか、ちょっと文学チックなね酔いみたいなものはある気がするし、なんでそんなものが生まれたかっていうのは基本的にやっぱり暇になってきたっていうのは理由な気がしますけどね。自意識過剰になれる暇があるっていうか、今大学進学率が伸びているので、モラトリアム期間が伸びるっていうところがあって、それ物理的に暇な時間といったらいいんですかね、大学の頃とかって時間もありますし病みやすいんですよ。物思いふけれるよね、自意識過剰の最高の時間だもんね。ちょっと伺いたいんですけど、このメンヘラと、さっき出てきた方も含めて集ったりするんですか。